こんちは。4G 視聴者自慢のお守り紹介やっていきます。内容は以前に行った発掘武器紹介のお守り版、視聴者さん自慢のお守りたちをご紹介しますよ。募集期間は12日間。今回も137種とたくさんの応募をいただけたぞ。紹介はメインとなるスキルごとに行っていく。いくつか装備例ももらったから合わせて載せていくよ。画像や装備はこちらで選択したものだけ依頼しています。発掘と違って見た目で盛り上がるもんじゃないので。こんな馬存在するのか、こんな装備組めるんかってのが見どころだね。で、最後には我々が持つお守りも少し紹介する。先に言っておくと視聴者さんほど強力じゃない。ただ、サブアカまで含めると結構強烈なのも持ってます。せっかくなので紹介しますね。さあ、それではやっていきましょう。発掘に負けじとえげつないのが揃ってますよ。みんなでお守り意欲を上げていこうぜ。それじゃ、レッツゴー。まず最初は剣士の基本スキル、切れ味関連のお守りから見ていくよ。一つ目は切れ味。発動スキルは技物ですね。匠の有無に関わらず採用される汎用性が最高。応募件数も2番目に多かったですよ。効果の汎用性の割に最大ポイント8と高め、有用なスキルとのセットが多数届いてるぞ。技物自体のスキルとも合わせやすいから、夢が広がるラインナップだ。攻撃や達人はシンプルにめっちゃ強そう。お守りだけで技物と火力スキルが発動しちゃいます。もちろん、回避性能や聴覚保護入りも充実。こちらもまあガルルガ装備とかと合わせやすそうですね。ユウさんの性能9スロミあたり強烈だよね。おまけ感覚で回避性能がついてくる。このクラスだとスロット0でも全然使えるよ。我々も切れ味8達人13スロ0なら持ってる。それにスロットまでついてくると思うと、マジで羨ましいですね。ではピックアップを見ていきましょう。火力スキルとの組み合わせですね。みんなもう挑戦弱得技物まではすでにデフォ。そこからさらに火力スキルが漏れてるね。ブリブリーさんの構成で見切りさんがバッチリ発動。我々も見切り2までのは持ってるんだが。対テオ用の装備では最高クラスでしょうね。素晴らしいです。ここは保護系スキルとの組み合わせですね。高耳などを入れても余裕があります。ユウさんのは常用の装備かな。理想的な構成だよね。右の方のは聴覚保護5だが、これが理論値だね。汎用性が高く素敵。あ、そうそう、前のページにあるお守り最大値は、あくまで第1、第2を含めた数値になってます。聴覚保護は第1スキルでは8までつきますが、第2スキルでは5が最大なので注意です。で、通撃と同居したものもちらほらあるね。何にでも使える万能馬だな。っていうか、達人14スロ3だけで2つ来てるのかよ。どれだけ猛者が集まってるんだ。さらっと送られてますけど、一つ一つが軸になるレベル。しにゅるのも楽しそうですな。切れ味はスムラ、田村関係なく使えます。出番も多そうですね。初めからみんな本気出しすぎだな。羨ましい限りだ。お次のスキルは剣術と斬術。弾かれを無効にするものだね。地味ですがギルクエ環境でも結構あると便利です。白ゲージだと普通に弾かれたりしますからね。斬術は最大4ポイントと厳しめなんですが、発掘防具などと合わせやすい環境です。なんなら心眼より発動させやすい場合もあるしね。この辺の事情は 4G らしいと言える。そして、我らが視聴者は斬術だけでは終わらない。バッチリ火力スキルも合わせてくれてるぞ。真剣一体が全く邪魔になってないのがすごい。一般スキルみたいな顔で入ってますよ。つくねのおひたしさんは邪悪特化な性能ですね。タイラーの心眼って便利なのでいいですね。でもご本人は邪悪ラー苦手らしい。あるあるだね。妻田さんは左州の朝に出たものらしい。これは愛着湧くだろうな。発掘武器の時も同様のエピソードありましたね。一生の思い出に残ることでしょう。お次は匠です。切れ味ゲージを伸ばす定番スキルですが、4G だと若干いまいちな印象あるよな。匠がどうってより周りのスキルが強力なせいだが、最終環境だとポイントを持つ防具も多くない。口述の真打ちに押されがちだ。輝くのはスタナ防具と合わせた時でしょうかね。あれは一式で匠を4ポイント持ちます。匠のお守り最大は6ポイント。これがあれば自動的に発動できます。そこからさらにプラスアルファが必要だが、当然みんな匠だけでは終わらないぞ。ということで達人、攻撃を持つ馬を掲載。どちらもスタナと合わせてるね。これはおそらく、しにゅったら自然とこうなったんでしょうね。スタナが強力すぎてよく一式になります。ラガーさんはこれを140テオソロで入手されたそうで、きっかけは我々の動画だったみたいですよ。そのため我々に感謝してくれてるそうだが、100% ラガンさんの運と努力だよな。にしても、蔵前さん含め完成度がすごいな。元の防具と合わさってスキル量がとんでもねえ。これでいて耐性面も優秀ですからね。やはりスタナは抜けてます。さて、では匠つながりで東証行きましょうか。
ご存知最強クラスの複合スキルです。4や 4G を象徴するようなスキルだよね。間違いなく一番輝いてた時代。10ポイントで30ポイント分の効果を持ってる。よく考えなくても破格の性能だ。お守りは最大でも4ポイントまでですが、他の防具に普通についてるので発動難度は低いです。アッキュンさんの東証4スロ3は一つ基準となります。これだけでも色々な構成が可能。というか、これだけでも結構ハードル高いからね。数百時間やってようやく出るレベル。もちろん我らが視聴者はそれだけで終わらない。火力から回避まで第2スキル盛りだくさんだ。闘魂4や通撃4は3スロがもう一つついてるようなもの。そう考えると贅沢すぎますが。一部見るからにヤバそうなものが入ってますが、画像付きで見ていきましょう。第1陣はこちらの方々。当たり前のように最大スロ3を出すな。複合スキルは死にスキルが出ることがあるんですが、達人と砲術なら全く被りませんね。ペタンやネルシトで見切り3まで行きますか。もう何でもありじゃないですか。ブリブリーさんの画星にもやばいよこれ。画星入りだと普通はカツカツなんだが。武器の凍傷も合わさって火力てんこ盛りだ。ここまで実現できるのか。闘魂系も柔軟なスキル構成が可能です。真打ち挑戦者まで約束されてますよ。左のお二人、この構成で武器スロフリーです。見せつけてくれますね。これはジョーやりたくなるね。常用構成って意外と窮屈だからな。そしてリボンズさんは砲術13スロ3。もはやチャーク用では完成形だな。チャークは砲術師でいいですからね。砲術10あれば OK です。というか、スロ3な分完品と言っていいです。砲術王にするにしても弾1個でいいし。どこにこんなの埋まってんだよほんと。早く我々の元にも出てきてくれ。ここからのセクションは体験周りのスキルだ。ため短縮はこっちに含ませてもらった。弓好きの方すみません。ベッドガンナー系列でまとめてますので。集中はため時間を短縮するスキル。どんな運用でも体験には必須となります。ポイントとしては6までつくけど、ぶっちゃけ4以上は持て余しがちかもな。GX ハンターランパーがため単6ですからね。実はそこまで構成としては充実しません。ただ、当然ながら全く無駄にはならないので、第2スキル次第で十分活躍できます。やっぱり攻撃を持ってるのが一番強いかな。例の居合テンプレにスキルを足すのは全ハンターの夢。火力の伸び的に、まず目指すべきは攻撃小以上。小居合なんて呼び方が存在するくらいだ。もちろん、我らが視聴者さんは揃えてます。集計中に何回小居合以上を見たか。武器スロ次第では中居合なんてのも出てきます。もう雲の上なんですが。スロ3体験との組み合わせはゴールオブゴール。まさに完全無欠の装備だよな。チャークの亡霊さんは名前の通りチャーク使いだけど、体験の両馬をしっかり引いてるね。お友達の体験使いはチャークの両馬をお持ちだとか、お二人で罵り合ってたそうです。まさに神々の戯れだよ。奇跡の5石は伊達じゃないな。お次はノウトウ系ね。居合はこっちに入れた。こちらも最終環境では必須級のスキル。どちらもポイント的に活躍できますね。居合は4ポイントまでしか伸びないのが難点。5まであれば防具と合わせて発動できてましたが。これ以上体験強くするのもあれだし、複合スキルの扱いとしては妥当だろう。ノウトウ入りは頭の GX ハンターを外せるね。挑戦構成で耐震まで入ってるぞ。挑戦者入りだけなら割と簡単なんですが、プラスアルファとなるとやはり急に難しくなります。チャティさんはこれが初のイアイオンスロさんとのこと。キリンやティガなどに有効そうですね。ブラミラで居合まで入ってるね。これで攻撃中までいけるのか。ブラミラ、組むの難しいですからね。ようやりますわ。ではこの流れで抜刀術系も行きましょう。どちらも7ポイントとそれなりにつきます。なんか全部に通撃入ってんだけど、みんな掘り当てすぎでしょ。集計してたら通撃があまりに多すぎて、ここに抜粋してきただけなんだけどな。抜刀会心はどうなんでしょうね。GX ハンターの倍化で発動は楽ですが。ここは8猫さんをピックアップ。これもキリンやティガに有効な構成。居合込みで挑戦弱得とは凄まじいな。武器スロさんでここまで行くのか。こんなんキリンすぐ死んじゃいそう。ある種の完成形だな。よく見たらお守りのスロ一つ余ってるし、強者の余裕を感じさせますね。じゃあそろそろメインディッシュ行くか。おなじみ通撃が登場だ。弱得はトライ G 仕様です。肉質を加算する効果ですね。これのおかげで挑戦者や達人とも両立しやすいです。この当時は超会心もありません。一部を除いてほとんどのモンスターに有効。特にギルクエではかなり優先度が高いね。応募総数は33件で、ぶっちぎりナンバーワン。これでいて他のスキルの紹介に回したものもあるからね。通撃が第1スキルのお守りは40件くらいありました。やっぱり自慢の一品になりやすいようです。
第2スキルは火力から保護系まで様々。見ていて面白いですよ。通撃の時点ですでに成立してるからね。相方が何でもそれなりの装備にはなりそうだ。しかし、みんなスロまでちゃんと充実してるな。ナゲさんはスロゼロだけど攻撃最大値か。数値としてはやはり6ポイントのものが強そうです。スロ3があればお守りだけで弱徳が発動。GX ハンターもスタナイも通撃には縁がないので、お守りの良さがそのまま装備の充実につながります。数が多いだけあっていろんなスキルもついてるな。笛銃や砲術銃は見るからに強力そうだ。特定武器に刺さるの面白いですよね。聴覚保護あたりも有用性高そう。さあ、4枚目でようやく最後です。最後まで神読たっぷり。編集中に気づいたけど、樹海の亡霊さんの、あれ体験の方に含まなきゃダメだったな。ちゃんと紹介するから許してほしい。集計に手間取ってすんません。念のため、137種を一つ一つ確認してましたからね。仕分けにかなり手間取りました。さあ、それではピックアップに行きましょうか。どんな装備が見れるんでしょう。まずはこの2件から、どっちもスロさんは共通してるね。クジュラハトゥーさんはネタコーナーに入れようか迷ったが、通撃6の時点でネタは無理があるなと。桃園宮さんのはまさに完品中の完品。4G お守りのトップと言っていいでしょうね。さすがに装備例は2つ掲載させていただきました。右下はなんと大愛となっています。大愛ってこの組み合わせオンリーだったっけ？基準覚えてないや。もはや刃が枷になってないよ。4G のゴール装備と呼べるレベルだな。左のもだいぶやばいですね。挑戦入りで攻撃中までついてますよ。通撃の画像ありはまさに粒揃い。それぞれ思い思いの装備を組まれてます。闘魂あたりもかなり汎用性高そうだよね。GX ハンター腕があるから挑戦にも近い。その他、リガルドさんの氷属性攻撃や属性解放もオリジナリティある装備で面白いな。やはり汎用性を損なわずに第2スキルが生きるのがいいですね。通撃自体軽いし。近年は弱点特攻がどんどん重くなっているので、この辺が最盛期でしょう。そしてまだまだ化け物は続く。なんと2つ目の攻撃14スロさんが登場だ。こちらはブラミラ装備をいただいているよ。余裕の武器スロ使わない匠入り注意愛だ。もう余裕がありすぎて何がなんだか、ものすごくキリンやりたくなります。ミルクさんの回避性能もかなり使い勝手良さそう。ニスロ装飾品でちょうど性能1発動ですね。ミルクさんはこの馬きっかけでコン始めたんだって。真の神馬は別武器への導きとなる。これよく見たら小耳と同居してるのか。汎用コン装備の極致だな。こちらが通撃の画像最後となります。面白そうなお守りが揃ってますよ。千里眼入りは探索で有用そうですね。自止まって地味に発動たるいので。お守りにつかないと装飾品8個埋まるからな。地味だけど探索勢には必須クラスだね。真ん中のが笛用装備だな。めっちゃ快適そうでいいね。こちらも必須スキルが自動発動するのが最高ですね。挑戦弱特に攻撃賞も入ってます。樹海の亡霊さんと空白さんの体験用も見事。空白さんは将来を実現されてます。ノートウ4あれば GX ハンター頭でノートウ発動だ。防具が強いとそこそこのポイントでも強いよね。やっぱり通撃オマは全体的に強いな。シミュで弱特外すこと少ないしね。お守りは汎用性が重要ですからね。通撃6スロ3だけでも形になります。我々も通撃入りの神オマ欲しくなってきました。明日あたり砂漠から出ないでしょうか。ではここからはガンナー向けだ。まずは弾丸強化をまとめたよ。通常と貫通が 1.1 倍で、散弾が 1.2 倍、そして拡散矢が 1.3 倍となってますね。各攻撃タイプの必須スキルですが、最大8ポイントと高めなのは嬉しいです。ボウガンと弓、どっちを使うかで評価が分かれるね。タメタンはボウガンに無意味だし。そもそも剣士優位な環境だとは思うので、装備はどうなるか。というわけで画像コーナー参ります。装備をいただいたのは枝友さんだけでした。ほほう、その1個がバルレギか。ぶっちゃけライトはこれくらいしか知らないな。4G ライトは高速以外かなり厳しい印象。このくらい漏れてればさすがに強そうだが。一方のリガルトさんはカーマレギオン用ですね。ほぼ理想的な性能。カーマくん、強いけどスキルが重いんですよね。結構組むハードル高いと思います。どうしても前のめりな構成になりがちだからね。これがあれば保護スキルも詰めそう。あと2つ、貫通強化と散弾強化をいただいた。どちらも構成としては強力だな。貫通を使うならボウガンになると思いますが、普通に有用性は高そうですね。サンデンさんご自身はガンガーは使わないそうです。剣士からの転向は難しいですもんね。右の刀はもう氷拡散弓限定の強オマだね。高性能発掘ならかなり強そうだ。ただ、これも活かすのはかなり難しそうだね。有用な生産がないのはやはり壁になるな。生産弓はカーマガチ1強ですからね。ゴール発掘でないと。はい、というわけで次のグループ。
その他のガンナー向けスキルです。装填数は剣士も使えるが、ここのは弓向きのものだけ、カーマや拡散タイプの発掘に必要だね。その他回避距離なんかも入ってくる。この辺はヘビーのほぼ必須スキルだな。両スキルとも貫通ヘビー向けな馬が複数。ヘビーは生産が強いので使いやすそうです。ということで画像コーナー参りましょう。貫通ヘビー装備をいただいてます。必須スキルにプラスアルファもバッチリ揃ってる。リガルドさんの火力やばそうだね。モンスによってはとんでもないタイムが出そう。武器も最高倍率だし。桃園宮さんはまた理論値を送ってくださってます。ご本人はあまり評価高くないそうですが。確かにこの装備だとスロット余ってるしね。この組み合わせって意外と合わせづらいのかな。イーラって反動にまで必要なのがね。レニガンナーはスキル面かつってるな。それでもお守り単体では強力。これは間違いないです。ガンナー系は以上となります。さすがに絞ると数は少ないですね。ガンナーはそこまで強烈な防具がない印象だ。いろいろハードル高いもんな。お次はその他コーナー。数も少ないからある程度まとめて紹介するよ。まずは聴覚保護とガード性能。代表的な保護スキルですね。保護といっても、その真髄は攻撃チャンスの喪失。決して後ろ向きなスキルではありません。それぞれお守りでは8ポイントまでつくぞ。15ポイントも目指しやすくなってるな。見た感じ使いやすそうなものが揃ってる。これらを使った装備はいかに。こちらが画像をいただいたものになります。ちょうど1ページに収まりました。ジグさんのセットは高耳ベースですね。ガード深武器に幅広く使いそう。ガルルガ X なんかと合わせやすそうだよね。達人13がかなり強力。あとのお二人はどちらも同じスキルセットだ。ガンスとチャークに有用だね。火星を盛るなら基本にまでつけることになります。お守りのポイントは最大値欲しいですね。どちらも堅実なスキル構成です。天の5石なんですね。火星はキザオマでは第2スキルで6止まり。狙うなら風オマだな。これはスキルによって異なりますね。最高ランク以外が候補になるのがまた面白い。はい、続いては変わり種。体力マイナスも届きました。パッと見ネタ満載の外れだが、4G 勢にとってはガチオマなんだなこれが。用途はズバリ発掘装備の自爆マラソン。発掘はお宝の採掘でも入手できるんだが。マラソンは掘って速攻で自爆するのが最高率。自らの体力を減らして一撃で死にたいわけですね。マイナススキルゆえにかえって発動が難しく、お守りに頼るほかありません。他に高速収集とカボマーもいるからね。体力マイナス10の馬が重宝される世界なのさ。装備セットももちろんマラソン特化のもの。基準はみんな一緒だ。自爆で即死するためには防御29以下として体力マイナス30とボマーの発動が必要です。その上で採取スキルを入れると上記になります。これらが理想形ってことですね。選択パーツについては人によって多少異なるね。黒サナさんのが特徴的かな。定番のケロロフェイクを使わずに再現してるのはすごい。こだわりが感じられるぜ。防御1で見た目がいい EX キリン U が輝きます。見た目もいただいたので掲載させていただきました。体力マイナスが入るのが 4G って感じですね。他作品でも似たようなマラソンはありますけど。こっちはこれがエンドコンテンツになるからね。これで最高倍率の武器掘れたら儲けもんさ。我々もスロ2止まりだが体力マイナス10は持ってる。たまにマラソンしてるぜ。1728スムラ爆破のスロ2体験はマラソンさんです。全くバカにできませんよ。ナンバー13はその他の火力スキルなど、バラバラだからまとめさせてもらったぞ。シンプルな強オマからピンポイントなものまで、こちらもたくさんいただきましたよ。どれも独自の装備が組めそう。竹色や属性解放がそもそもつけづらいので。キノコ大好きは地味に 4G が初登場。一部に熱狂的なファンを持つスキルだ。こういうお守りたちで締めるのも楽しそう。フレンドと遊ぶのでも役立ちそうだ。その他でくくったためそれなりに数はあります。無傷や銃撃なんかも入ってきてますね。いずれも馬が揃うまで普通に使えそうなのがミソ、達人、砲術あたりは純粋な火力補強となります。こういうシンプルなのが趣味に引っかかったりするしね。火力スキルの高ポイントは価値が高い。その中でもマジで実用性高そうなのもちらほら。これらを画像付きで見ていこうかね。はい、まずはこちらです。この辺は見て楽しむものが多いでしょうか。モンマルさんの使えそうで使えなさそうなのは絶妙。活かすのは相当難しそうですが。しみ入りたくなる性能してるよな。こういうのも狩猟生活には大切だ。その中でガチ性能なのがリガルドさんのお守り。笛10ぴったりなのが芸術的だね。同梱後は使い勝手いいですね。GX ハンター腕とスロットで挑戦にまでいけます。性能1と耐震があるので生存率も高そう。汎用装備として完成されてます。続いて第2弾。特殊攻撃、不動、装填数が揃った。個人的には左の方のが好きだね。
双剣の高速特化が組みたくなる構成。地味にポイントも理論値に近いですね。しっかりスロ3なのが美しい。右のお二人もだいぶ強力なお守りです。汎用性と特化、両極端ですね。面白いのが、ボンマルさんが異常装備を組んでることだ。左の匿名希望の方のセットと間違えるとこだった。不動は複合スキルでは珍しく、装飾品が存在する。GX ハンター同含めすぐ発動できるね。ポッターさんのものは総点数アップのチャークですね。砲術14もあり組み合わせは完璧。栽培発掘やクーネと組み合わせたいですね。お守りが調質を打てと言ってます。最終盤は調質打つなら榴弾のが汎用性高いしね。特化装備だがあらゆるモンスターに持っていけそうだ。つうわけでその他は以上。同賞やら通撃以外も充実してて楽しいぜ。意外なお守りが活躍したりもしますからね。逆もしかりなのが 4G の面白いところ。いよいよ視聴者応募では最後の紹介だ。面白系とさせてもらった。はじめネタ枠ってタイトルにしてたんですけど、募集しといてそれは失礼すぎると改めましたね。ただまあ、応募者も許してくれそうですけどね。皆さん楽しげにコメント書かれてましたよ。この辺は実用性は薄いが、それでも残したくなるインパクトを持ったおまたちだね。そのため、なんと全員画像付きで紹介できるぞ。みんなご協力ありがとう。お互いに面白がれてるのがいいですね。企画やってる充実感がありました。というわけで画像で見ていきましょう。装備セットまでいただいちゃいました。左の方は禁断の広域と回復量の両立。完全に分かっててやってるよこの人。体力回復量アップが広域に乗るのはワイルズからです。もちろん両立しちゃいけないわけではないですが、むしろ自身の回復をしつつ仲間にも目が向いている奥深い気遣いなのかもしれません。で、テオ大嫌いさんは満足感と気絶無効か。理論値やんけ。名前の割にテオ用装備になってる。いや、テオ嫌いだからこそのこれなのか。非耐性と気絶無効があるので、スパノバも耐えれそう。走って逃げてほしいところですが。カイザーとか X0 とかパーツがガチなのが草です。しっかり組まれてます。いや、企画的には大変ありがたい応募だよ。本当にみんなに感謝。そしてこの2つは絶望のシナジー系。出会っちゃいけないスキルが出会ってしまったよ。このゲーム、こういうお守りも普通に生まれるんですよね。刀匠と匠って。こんなのでも奇跡の5石ですって。いや、確かに奇跡ではあるんですが。ラシアさんからはなんかいい感じですねとコメント。シンプルでいいね。佐藤さんのは禁断の剣士とガンナー両立。スロさんなのが無駄に贅沢だ。単品では強力なスキルに理論値スロさん。悪いのは食べ合わせだけでした。これらをちゃんと残されてるのが好きですね。企画が映えてありがたいです。我々、無駄おまけは全部間引いちゃうからな。こういう遊び心は忘れちゃダメかも。ほい、それじゃあ我々のお守りもいくつか紹介しよう。普段使ってるやつを持ってきた。とはいえ視聴者さんほど爆裂なのは少なめ。こんなのでも回るもんです。多分、探せば他にもめぼしいのはあるんですが、装備に組み込んでるのはこのくらいですね。表にしてみるとまあまあいいのもあるな。じゃあ画像を見てみよう。この3つは特に使用頻度が高いものだ。多少の組み替えなら流用できる優秀な奴ら。体験の通撃4のウトウ4、こんなんでも挑戦入り組めます。4ポイントが GX ハンターと相性いいんですよね。真ん中のチャーク用はそれなりに強力ですね。欲を言えばスロがもうちょい欲しかったですが。砲術の装飾品が完全に浮くのはやっぱ強いよな。チャーク使いなら砲術銃を手に入れたいところ。我々のチャーク装備は武器スロさんが前提になってる。1224の白長睡眠しか使ってないよ。で、一番右が回避性能入りですね。切れ味は低いですけど、性能は最高値です。これ、武器が刀匠なのでスロ機能してません。それでも挑戦弱得は余裕。コンはスタナイをフルに活かせるからね。結局 DLC 装備が最強よ。2ページ目はあんまり使ってないがめぼしいもの。メインデータのは左2つだけね。カーマ装備、一応組んではあるんですけどね。どうにも弓が下手すぎて全然担いでません。中央のしゃがる双剣も削除候補ですね。マルチ前提で組んだものです。当時、片手双剣のしゃがる部屋が結構あってな。火の発掘を担いでみたんだ。武器スロもあって火力だけ爆盛り。完全に防御捨ててるわ。そして、一応一番強いのが右のお守りですね。耳栓と砲術仕入りでは最強クラスのもの。残念ながらサブデータのお守りなんですが、高耳入りのチャークでは便利です。耳栓を考慮しないとボン馬なのが残念かな。やっぱ通撃とか攻撃が欲しいよね。きっちりスロ3なのは誇らしいところ。クーネのスロゼロを補ってくれる。ということで我々の持つお守りでした。視聴者さんの後だとお恥ずかしいですね。通撃系で全然第2スキルに恵まれないんだよね。小 AI すら組めてないよ。この企画でモチベ高めて、出るまで掘るしかないか。
いよいよ最後のセクションだ。視聴者さんの神オマを改めて見ていく。当然のように理論値、当然のようにスロ3、そして当然のように有用スキル同士の組み合わせ。一つあれば毎セット総入れ替えレベルのお守りです。どんだけ得を積めば巡り合えるんでしょうか。極限の性能ゆえに完全一致のものが2セット。眺めてるだけで圧巻だな。改めてみんな神オマおめでとう。我々も追いつけるように頑張るぜ。では3つほど装備例も振り返りましょう。この辺は武器スロも絡みます。ヒローマさんはザ・火力特化チャーク。あらゆる火力スキルが集結してます。武器の登場後も使ってる激ヤバ装備。この内容で見切りさんまで行くのか。桃園宮さんと樹海の亡霊さんは通撃攻撃組。お守り単体だと、さすがにこれが一番強そうだね。大居合に武器スロ未使用の中居合ブラミだ。もうやりたい放題です。これがあればいろんなモンスをいろんな狩り方で楽しめそう。真の神オマは狩りに彩りを与えます。いや、本当に応募してくれてありがとうだよ。マジでいいもん見れた。さすがに存在することは知ってたけど、実際持ってる人っているもんだな。当企画に通撃6攻撃14が2人来るとは、世の中狭いもんですね。非常に眼福でございました。見てるだけで加護を得られそうです。というわけで以上、視聴者自慢のお守り、全137種の紹介でした。ネタ枠からガチ神オマまで、いろいろなものが見られましたね。ゴール武器の時も思いましたけど、ほんと、上には上がいるもんですね。我々武器ほどお守りには自信ないんだけど、それでもこんだけ粒揃いだとインパクトあるよな。と同時に、やっぱりモチベにつながるわ。今からでもガブラシツアーに行きたくなったもんね。皆さん、入手経路は様々でしたけど、作業中にいきなり出たみたいなエピソード多かったです。やはり物欲センサーが働いてるのか、無欲で掘ることが大事なんでしょう。改めて応募してくれた人、本当にありがとう。おかげでいい動画が作れたと思うよ。集計に手間取り、対応が遅れたりして申し訳ありません。次なんかやるときは改善しますのでご容赦を。さて、それでは終わりましょうか。動画時間、だいぶ長くなりました。それぞれ言いたいことがたくさんあってな。これでも要素は削った方なんだぜ。嬉しい悲鳴ってやつですね。きちんとご紹介できてよかったです。じゃ、我々もお守り掘りに行くとしよう。待ってろよ理論値。ほいじゃ、次の動画で。またね。